ちは、のりチャンネルです。今日は前回の九州旅行を振り返ってみます。はい、これが旅のノートです。毎回こういうノートを作っています。準備段階から書き出して、旅行中は行程記録とか使った金額などを書いています。旅の記録でもあり、思い出でもあります。こんなノートがもう家に何冊もあります。では本題に入りましょう。シニア夫婦の九州旅、おいくらかかったでしょう。まずは一番大きい割合を占める交通費から。ネクスコ西日本と福岡都市高速の料金です。家から九州北部まで700キロ以上あるので、通常料金は片道1万5000円ぐらいかかってしまいます。当然そこは節約ポイントなので、深夜割引と休日割引をフル活用して、深夜にかかるよう出発して 30% の割引を適用しました。行きも帰りもサービスエリアで車中泊しました。山口から唐津へは土曜日に移動して、休日の 30% 割引を適用し、以上で高速料金は1万円の節約になりました。加えて ETC マイレージサービスを使えばざっくり 10% の還元がありますから、条件が整った段階で還元されるはずです。多分2200キロぐらい走ったと思います。燃費はリッター22くらいでしょうか。燃費は車の特性が大きいですが、重量をむやみに重くしないとか、運転の仕方で多少良くなります。帰りは80キロでオートクルージングしたらリッター3キロは伸びました。サービスエリアで給油しないのも節約になります。ところで見知らぬ土地でガソリンを入れるとき、どうやってガソリンスタンドを決めていますか？ GoGoGS アプリというのをご存知でしょうか？日本中のガソリンスタンドの料金がわかるアプリです。例えば前回の九州ではこんな感じで、最初の上陸地の唐津で相場を調べました。唐津エリアのガソリンスタンドのマップです。レギュラーガソリンの価格を表示しています。安いところで150円台でしょうか。一方、これから行く長崎市を見ると180円台ぐらいでしょうか。長崎で入れるのはやめて唐津で入れました。給油には早かったですが、ギリギリで慌てて入れるよりはいいです。このデータはボランティアで入力されています。おかげで全国どこへ行っても安心です。もちろん私も給油するごとに入力しています。でもアプリが認知されていないエリアだと苦労します。例えば昨年行ったここ、ほぼ情報なしです。この町はガソリンスタンドのほとんどが電光掲示板も点滅していました。旅人は途方に暮れるばかりです。もちろん事前に給油しましたけどね。それでは交通費の総額です。今回の旅の移動のマップです。行った先に星印をつけました。次は食費です。まずは外食費を一挙にどうぞ。
外食以外の飲食費です。朝食のパンやヨーグルト、飲み物、蒸気蒸しの材料など。クーラーボックスを冷やすため、浅名優な冷凍ペットボトルを買いました。たまには買い食いもしました。では食費の合計。次は観光費です。といっても計上するものがないので、今回の立ち寄り地を一気にご覧ください。ここに計上しておきます。以上の合計。入浴料、温泉とサウナは私たちにとって重要項目です。入浴というよりイベントの意味合いが強かったです。今回は特別に宿泊費があります。最後に雑費です。洗濯物がたまるのが嫌なので3日に1回は洗います。少量なので縦型洗濯機が使えました。わずかな節約になりました。では合計。最後に総括です。遠出だったので交通費の割合が高くなりました。全15食、1食2000円、食べたいものを食べました。温泉とサウナは旅の目的なのでイベント費とも言えます。ではいよいよ旅の総額発表です。九州6泊5日、おいくら万円？いかがですか？交通費を除くと2人で4万円ほどなので1日あたり8000円ぐらいです。贅沢じゃないけど我慢はしてません。私たちの身の丈に合った旅でした。それに夫婦で行く旅はプライスレス。今回は旅費についてまとめてみました。参考になれば嬉しいです。ところで私、この度65歳になりました。
また一つランクアップしたので、ますます低予算旅を追求する所存でございます。今後も応援してくださいね。グッドボタンもよろしく。チャンネル登録まだの方はぜひこちらを。最後まで見てくださってありがとう。ではまた。